なたの想念を軽んじた方かな。ビジネスパートナー、恋人、夫婦であるかもしれない。あなたはこの方にとって運気を上げるラッキーエンジェルだったんじゃないかな。だけどあなたのことを獲得したカード、また時と場合に切ることのできるカードと考えていた。ちょっと思い上がっちゃったのかもしれないよね。ただあなたといるとこの方の運気はとても上がるよってメッセージが来る。この方が潜在的に抱えてるね、過去世から引っ張ってきてるような宿命、もう理路整然としないような不安とか自分の臆病さをあなたが封じてくれるって。だからやっぱりあなたがラッキーエンジェルだったんだ。ちょっと下世話な言い方するとあげまんとかやつだね。この方の、持ってる男気が上がるんだろうね。弱さをあなたが鼓舞してこう強くしてくれる。運命の後ワールドがあるもんね。でお金のなんかエネルギーもすごく感じるんだよね。ただやっぱりちょっと卑屈な軽率な、これセブン・オブ・ソーズがトップに来てるんだけど、それがやっぱりちょっと気になるスプレッドだね。意外に自覚がなくてあなたのことも、ライバル。それなぜかっていうと心の底では信用しきれてないから。人のことを信用しきれない人だから、あなたのこともライバルと思ってるからマウントを取る。そのことがあなたからしたらとても傷つくんだよね。不服だって怒れるぐらいだったらいいんだけど、やっぱり、とても傷つく。たまらないんだよね。だけど、この方はあまり自覚がないんじゃないかな。ひょっとすれば冗談の延長線上でこの方はあなたをいじめている。無自覚に何言ってんだこれ普通のコミュニケーションじゃないかって、そんなに怒るなよっていう形であなたにとってとても傷つくことを言ってるよってメッセージが来る。あなたからいっぱい良い恩恵を得てるにもかかわらずそのことにも気づけないんだよ。あなたのこと手放しちゃいけないんだ、いけない存在なんだっていうことにも多分気づけてないんじゃないかな。いざとなったら切れるカードだって。あなたのことも手放していいんだって。
相当のぼせてるよね。自身のね臆病さと向き合うのが嫌で、荒屋敷の底の方にねカルマを落とし込んでる方だからね、人の心が読めなくなってんのかな。だからあなたのことも全然読めてないんだよ。ビジネスパーソンとしては人間をざっくりコマとして捉えることができるじゃない。だからお仕事してる時は結構安心できるんじゃないかな。だけどプライベートで我に返ると、やっぱり人の心が読めないで、自分の心も読めない、人との本当の心のつながりを持つことが怖い。だから仕事の延長線上のようなコミュニケーションをプライベートにも持ち込んじゃう。だからとてもぶしつけで非常な裏切りを平気でやってしまうよってメッセージが来る。あなたからしたら本当に信じられない裏切りなんじゃない？人の心のねこの最も良質な部分、ここであなた欺くの、ここで裏切るのっていうようなことをひょうひょうとやっちゃうんじゃないかな。職場でかぶってきた自分のペルソナが自分の素顔になってしまってる。人の心のディテールがね読むことができない。だけれどもビジネスモードに入ってね人を駒として捉えれば、しっかりと捉えることができる。人間を扱うことができる。だから人の心のディテールが読めないだけに疲れ知らずでもあるだろうね。とてもエネルギッシュな方かもしれない。とにかくお仕事のノリで突っ走ってる時が水を得た魚なんじゃないかな。人生において一番大切なことをもう思いっきりすっぽかすタイプの方、方だね。ちょっとパートナーシップ出てきたねこれは彼に対するね、この方に対するアドバイスかもしれないよね。あなたを失ってはいけない自分のその知らないこと、目を向けてないこと、その臭いものには蓋を知れではないけども、そういうものにやっぱり目を向けなさいってことだよね。そうだね、荒屋敷の本当に奥の方にね、隠してしまっているこの方のカルマ、前書から引っ張ってきてるストーリーかもしれないし、そういうものをちゃんと内観して、そこからちゃんとエネルギーを起こしてきなさいって。それができてればあなたとの関係性っていうのをおろそかにすることはないよって。ただトップにこのセブン・オブ・ソーズが来ちゃってるんだよね。ちゃっかり。非常になんかビジネスチックなエネルギーを感じる。理屈で動いちゃって損得を考えて
まああなたを欺くっていうことかな。だけどあなたからしたらもう嫌かもしれないよね、パートナーシップ。もし本当にね、この方がさ改心すればとてもいいパートナーになれるんじゃないかな。経済的に非常に強いパワー感じるからね。見ようによっちゃあなたがこの方から離脱するんだっていうふうにも見えるしね。だけど2人が本当にねこう分かち合って力を合わせればもう無条件の喜び賛が来てるからね、とても強いパワーを出すことができるんだよね本当はね。自分の弱さにね蓋をしてしまってるから勝ち負けにこだわってるかもしれないね。この社会で勝つことだけが、自分の正気を保てる。だから勝つためにはなんか姑息な手段使ってもいいんだっていうようなちょっと、脱線してしまってるのかな。まあこの方がだけどねあなたを失ったらね崩れていくだろうね。プライベートもそしてパブリックも、生活者としてもそして労働者としても打ち崩れていくんじゃないかな。あなたがこの方のことを許せなくてさ今恨み節に走ってるんだったら、やっぱこの方にやっぱりじんわり聞いてくだろうね。全く弾き飛ばしてしまう人ではないと思うから、宿命的なものはやっぱりね根底には、持ってる、感じることができる人だと思う。それを隠してるだけで、もしくはさあなたに対するその感謝の念を全く持てずにこの現世を生きてしまうと、当然この方が良くないわけなんだよね。だからあなたが飛ばす念がねひょっとすればこの方の今世でのカルマ落としになるかもしれないよね。一回落ちることで、あなたの念がこの方にとって結局いいかもしれないよね。一回この方に気を据えてさ改心したらねもう一回許してこの方のとこ戻って復縁しようなんてさすがに気が遠くなるかもしれないけどもうあなたこりごりかもしれないけどなんかそんなメッセージも来るね。あなたの思いに今世で気づくことなく自分の落ち度にも気づかずに来世に向かっちゃうと動物界に落ちちゃうんじゃないかな。下手するとガキ道に落ちちゃう。だけどあなたの飛ばす念がね恨み節がこの方をね一回ギャフンと言わせてあなたを失うことでさラッキーエンジェルであるあなたを失うことで気運を落としてね一回この社会の底辺に這いつくばるぐらいのそういう思いをすることで
それがねカルマ落としになって来世キリキリ人間界に戻ってこれる方かもしれん。そうだね。どうもこのスプレッド見てさ、いや私はそんなことないって、この方の悪ノリ、私はねいろいろいじめられてはいるけどこの方のノリに乗っかっていっても構わないわなんてさ、今のノリでパートナーシップ組んでいくなんて、そんな悪ノリダメだよ。なんか一瞬ちょっと不安がよぎったんだけど、そんなことはないよね。アマンの間柱、結構なんか崇高なメッセージが飛んでくるね。神の視点を持ちなさい、高次元の、視点を持って、やっぱ俯瞰しなさいってことかな。やっぱ目先の損得だけにとらわれて生きてはいけない。だからあなたに対するメッセージとすればさ、結構崇高すぎるかもしれないよね。だからこんな方だけどあなたがいないとどうしようもないから、さっき言ったようにやっぱりちょっと一回お気を据えて立ち直らせて改心させて、あなたが付き添ってあげなさいって。そうすることで、そうすることがあなたのその使命だよっていうような、結構なんか、崇高なメッセージを感じるね。このままこの方の元をね去っていっていいのって、なんかそんなメッセージも来るな。まあともかくね、私たち生身の人間だから、まあそこまでできないわっていう気持ちかもしれないけど、まあただね、この方はね、あなたがね、この方の元から去ると運気が下がりますね。いわゆるあなたがこの方の、機運が持つね上昇傾向っていうのを維持してたんだよって。であなたを失うとこの方は、転落していくっていうのが見える。もしあなたが去ることによってさ、底辺に這いつくばってそこでその改心できればね、感謝の念ね、そういう気持ちが湧いてこれば、まあ来世はキリキリ人間界かな。とてもね悩んでる方ってメッセージが来るな。陰性のパワーをね隠し持って温存してる方っていうのが
そしてあなたのことが好きなんだろうね。よく見てるね、あなたのこと。同種の毛色を感じている。あなたに見出している。あなたが今何かを始めんとしていることをこの方は見ているよって。見てたよか。あなたが抱えている心の闇の部分にとても共鳴している。この方も同じことを感じて不安に思ってるんだけど、それがうまく表現できない方じゃないかな。そういう部分を見せてはいけないっていう意識で生きてる方。自分とは逆の可能性をあなたに見出してるかもしれない。これは本当にあなたからすればありがた迷惑かもしれない。この方の期待を勝手にあなたに投影してる。自分の中の心の鬱憤っていうのをあなたが解放してくれるんじゃないかなって。このタワーとトップに来てるジャッジメントだけど、もう変わらなきゃいけないとか、もう人生の潮目を感じてるんだと思うんだよ。それでもまだもうこれ生き急ぐっていうなんかメッセージ全面に出てるけど、まあトゥー・オブ・ペンタクルス、まあ、ピエロを演じてるよって、とても焦ってるんだろうね。あなたの中にある陰性のパワー、その陰性のパワーを処理することができる、解放することができる人だと勝手にあなたに期待している。実際にそうかもしれない。あなたはそういう気質を持った方かもしれない。でもプライドとか体裁とかが許さないの。人間の悪の心の処理が下手な方。正義一辺倒なのかもしれないね。正義もちゃんと悪を踏まえた上でしか成り立たないんだけど、この方はそれがとても苦手な方かもしれない。ある意味あなたがこの方にないもの、陰の世界を物おじせずにね、表現する力にこの方は憧れてる。恋してるんだろうね。だけれどもあなたに心を奪われてしまっている自分が許せない。その反動形成であなたをいじめる。だから大げさな言い方すれば魔女狩りみたいな感じかもしれないね。そのアプローチでしか今のこの方ではあなたと接触することができない。だから矛盾したことをね、裏腹のことをね、ものすごい高い緊張感を持ってね、保ってる。あなたからしたらね、全くこの方の思いを受け取らなきゃいけない義理はないかもしれない。本当に迷惑かもしれない。だから結構この方は深刻にあなたに恋をしてんじゃないかな。だからこそあなたに一丁紙に一丁紙して、いじめる。本当は
あなたのそのダメなところをこの方はとても好んでいるよって、その部分にとてもエンパシー、もしくは時にシンパシー、すごく大事に思ってるよってメッセージが来るね。だけれども実際の立ち回りではあなたに辛く当たると、あなたを魔女狩りにかけてやるっていうような、そういう意地悪する。だけどね、反面心の中ではね、もうほとんど妄想だよね。あなたに対するロマンスが深まっているんだよって聞こえる。なんというかな、ウイスキーに浸かりすぎて琥珀色を帯びた、だがしかしね、瞳孔はしっかりと開いた瞳であなたとのロマンスを夢見てる。かなりの困ったちゃんだよね。あなたからしたらそんなの請け負いきれないよだよね。受け止める義理はないわよ。確かにそうかもしれない。だけどなんかそれぐらいなんか重いものを感じるよ。あなたのダークサイドの部分に、ひょんな期待をね、見出してるんじゃないかな。決断しなきゃっていうね、ものすごい切迫したものを感じる。もうネジが1本2本飛んじゃってるよね。この方自身さ、自分がマゾフィストなのかサディストなのかもう分かんなくなっちゃってんじゃないかな。もうあなたを虐げたいのか、もしくは虐げられたいのか、なんかもうなんかそう分かんなくなっちゃってるんだよって。本来はね、賛同すればいいんだよ。あなたのそういうとこが好きですと、ちょっと変わったところ、あなたの一風変わったところ、とても恋してますと、自分はとても共感できるよと、本来言えばいいんだよね。言わなきゃいけないんだけど、それが多分言えない人なんじゃないかな。だからとても変な表現の仕方しちゃって、こんがらがるわけだよね。何ミノタウルスミノター Be unstoppable、 自分の中に抑えられない、もう止めるべきではない衝動みたいなものをリソースフルネスだから、自分の経験とかだろうね。今まで培ってきた、知恵で何とかするか。なんとなくだけど、この仮面、いくつも持ってる仮面がなんとなく魔女狩りをなんか放させるけど、なんかやっぱり裏腹なことをねやってるんですよ。あなたをとても攻撃してるんだけど、実はあなたにとても共感してる。この方が持ってないものはあなたが持ってる。でこの方が突破できなかったところをあなたが突破する可能性を持ってる。だからそれに嫉妬してる部分もあるんでしょう。もうこの方の中で抑えきれない気持ちっていうのが動いてる。だけどそれを恋意地を張ったようなね、体裁とかその社会通念とかの中で、うまくバランス取ってるってことかな。ちょっとこの方の中でちょっと高まりすぎちゃってるかもしれないね。この決断が本当にとてつもないもうジャッジメントだっていうような形になっちゃってる。この方のことをあなたが愛してる方だったら、向き合いようもあるけど、
愛してない方だったらあなたは全くとばっちりだろうね。例えばね、仕事上もどうしても付き合わなきゃならない人とか、そういう形の人だったら、立ち位置のね関係性だったらもう結構ほんととばっちりだね。このお相手さんの中ではかなりの高まりがある。あなたに勝手にロマンスを見て勝手に期待してしまっていてね、未来の可能性みたいなものを感じてて嫉妬したり、自分のことをなんかこう卑下して拗ねたような気持ちになってあなたを攻撃していると。この方自身変わりたかったけど変われなかったんだろうね。その変わるヒントをあなたが持ってるんだよって、今メッセージ降りてきたね。ジャッジメント。この方にとってあなたがねダークエンジェルなのかもしれないね。とても生真面目な方なのかもしれない。生真面目さをさこう一蹴りするような、そういうなんか期待感みたいなものをあなたに見出してるよってメッセージくる。でもね、この方はね、もしあなたにさ本当の素直な気持ち、俺は君のそういうとこ好きだよって、ちょっと変わってるし、変かもしれないけど、自分はそこに惹かれてるんだよって、なんかとても魅力を感じるって、君が持ってるエネルギー、自分にはないんだって、自分を導いてくれそうなんだって、なんか素直にね言えればいいんだけど、この気持ちをあなたに伝えられないままでいくと、この方は余生は非常に寂しいものになるだろうね。錯乱しちゃうんじゃないかな。ましてあなたをね攻撃して魔女のように扱ってさ、魔女狩りにかけるようなことにやってしまったことを、それは食えるよ、ゆくゆくまで。末路は病んじゃうだろうね。もうね、この方の心はね美しい魔女の世界にとらわれてる。体はねただ殺伐としたこの現代社会に置かれたまんま、魂を持ってかれちゃってんね。自分の体はさかげろうの中の蜃気楼のようにぼやーっと立ってるだけで、魂はね魔女のメロディーに絡め取られてしまって、このアンバランスさに耐えられるだけの人としての基礎体力がこの方にはない。だから錯乱する。魔女の話を散々したらさ、岩永姫様出てきた。ちょっと切ないね。やっぱりねこの方はねあなたの持ってるダークサイドに惹かれてるよ。影の部分にとっても惹かれてる。ただそれを言うことがね恥ずかしいのかな、勇気がないのかな、自分の弱さを認めるようで言えないのかもしれない。恋路を張ってるのかもしれない。だけどだからといってあなたをいじめる理由にはならないよね。この方が悪い。あなたの存在が怖いんだよ。自分が克服できなかったこと、
突破できなかった関門をあなたは抜けていく。そして今世を、この今世で自分自身を高めることができる人だから、それにとても嫉妬してるっていうメッセージ来るよ。この方を愛してないんだったら本当にね、一蹴りしてやっていいと思う。そんなの知らないわって。あなたにはあなたの人生あるんだから、この方の人生まで背負う必要はない。もし愛してるんだったらね、そんなこの人の気持ちをさ、ちょっと理解してあげるとね、許してあげられるんじゃないかな。この方は結果お花畑の人かな。七夕野郎っていうのかな。自分の理想を恋人に徹底的に投影して独りよがりの恋をする。ナイン・オブ・ペンタクルスとナイン・オブ・カップ。ただ何かが足りない。なんだろうね。恋することの責任感が欠落してるかもしれないね。見境なく愛を求めるかもしれない。ものすごいね、トラウマを持ってる方っていうのが出てる。で、本人も分かってるんだよね。ちゃんと考察しているよっていうのが出てる。ただそれを抑え込んでる方かなと。とても大きな力に突き動かされてる。ファンタジーっていうのかな。そういうものに突き動かされて生きてる方だよって。関わった人が皆振り回される。パターンかな。あなたもこの方に軽んじられてね、傷ついた。この方には軽んじている意識がない。自分の理想のみを自分の見たい姿しか他者に見ない。自分が見たい絵が見れない他者は他人でしかない。あなたも他人。冷たいけどそういうメッセージが来る。時にね、なんでそんなこと言うのとかさ、こんな仕打ちなんでするのっていうような、本当にね、義理を書いた態度をあなたに見せるんじゃないか。
これは傷つくよね。自分の心のねダークサイドにね気づいてるんだよね。もう結構考察してる方なんだけど、それをね力で封じてしまってるんだよね。見たくないって。でさらに自身の理想ファンタジーでそのカモフラージュすることで小説続けてる人だから、望んで自己不在疑似的な自己不在を演出してる方だよね。だからとても不義理なことを、本来大切にすべき人に、してしまう。あなたもびっくりするぐらい傷つけられたんじゃない？なんでこんなことって。だけどね、このまま行くとこの方の末路はやばい。トップですが来てます。この方はね、たまにとんでもなく落ち込んだりするんじゃないかな。急にもうどうにもならなくなるぐらい。だからその時こそあなたがこの方と深い部分でねつながれる接点なの、唯一の。だから甘やかしてしまう、また引き戻されてしまう。だけどね、そんな感じでねこの方甘やかしてるとね、この方もうゴートヘブンしちゃうよ。あなたのそういう優しさが、あなたのそういう優しさがこの方の寿命を縮める。もしもう本当に許せないっていう気持ちだったら、もうとことん甘やかしてやればいいんじゃない。それが討伐になるだろうね。この方は普段自分のファンタジーの中にいるけれども、そして周りの人間にね、何も言わせねえっていうような、バリア張ってるかもしれないけど、高次元の目はしっかり見てる、この方の行いをね。あなたやさ、もしくはこっちがあなたかもしれないけども、こっちが愛人かもしれないけれども、あなたやその恋敵たちではこの人を改心できないってメッセージ来るよ。寿命を縮めるだけだって。しかしね、高次元の目っていうのはね、しっかりとねこの方のことを見つめてるよっていうねメッセージがね来てるよ。意外にこのままの勢いでさ、この方が家庭とか持っちゃったりして、もし子供とかできるとね、この方のその負の想念っていうのがね、子供の代ないし孫の代、覚醒遺伝のような形で、ドリップしていくっていうメッセージも出てる。この方が現世でけりがつけられればそこで終わるだろうけど、そうでなければやっぱりね、そうだな、次の代また次の代につながっていくよってメッセージくる。コズミックウィズダム、なんか宇宙の法則みたいなもの、スターが下にあるんだけど、
あなたをいじめたらね、この方を肯定するわけではないんだけれども、この方自身が何か使命みたいなものは感じてるかもしれないよね。自分のそのトラウマをひた隠しにしてるんだけれども、何かこう別の指令みたいなものを持ってて、そう生きてるのかなっていう気もする。ただそれが結局上滑りしたような、その結果そういう人生になってしまってるのかもしれないね。で片やネイチャー、もっとやっぱりこうこの地球にしっかり自分の足でしっかり降り立って着実に生きなさいってメッセージとても強くくるね。とんでもない大きな力、それはひょっとすればファンタジーかもしれないし、この方の勝手に抱いてる、妄想のような理想郷かもしれないけれども、そういう意識にとらわれすぎてると、やっぱりその脈々とこの方がもし家庭を持てば、その次の代へとこう引き継がれていくよっていうね、厳しい言葉が降りてくるね。自分で巻いた種は自分で刈り取ることになるんだよ。自分で刈り取れなければ来世で刈り取る、来世がなければその自分が現世に残した子種が刈り取ることになるよと、そういうメッセージくるな。デスがトップに来てるだけになんかとても重く感じるね。この方もだけど結構死を覚悟しているようなとこあるんじゃない？もう焼けっぱちみたいなところ、人生捨て鉢だみたいなさ、あなたそれ本気なのってなんかなんか言ってるように聞こえるな。だけどね、やっぱりね、そうだな、あなたではやっぱこの方をね改心すること難しいかもしれない。デスをね、2人の関係の終わりっていうことで言えば、やっぱり、この方から離れることかもしれないよね。過去世からのつながりとかのさ、大きなこう宇宙の法則に巻き込まれちゃうと、あなたもね、この方の宿命の傘下に入ってさ、やっぱ悲運を背負う可能性があるからね。11面観音様出てきました。完全浄化だね。とても強い因果を感じるけれども、カルマ感じるけど、全て清算しなさいっていうメッセージだね。だけどなんかトップにデスが来てるから全て清算しなさいってなんか怖いけど、だからやっぱりそうだよな。そうだね。やっぱりあなたはこの方といるとやっぱり傷つけられる。この方もその傷つけてる意識がない。あなたをいじめてるっていう意識がないから、この方との関係性っていうのはやっぱり清算すべきじゃないかな。もしあなたが11面観音様になってこの方をね、宇宙レベルのエネジーを持ってさ救えるっていうんだったら救っていいけど、それはやっぱ無理でしょ。やっぱりあなたにはあなたのさ、やっぱり肉体という魂の器を持った生身の人間としての今世の大義があるでしょうから、やっぱりそこにやっぱりしっかり意識を向けるべきだと思うよ。この方を見捨てるのはさ、とても心が痛む。両親の呵責に苦しむかもしれないけど、そうだね。こう黒い天使の羽を広げて、死神と言わず天使の羽を広げて羽ばたくべきかな。
スーパーリセットしなさいってメッセージきます。